この映像に使ったシステム、制作費はいくらだと思う？正解は、たったの6000円。ソシャゲのガチャ20連くらいの値段だ。VTuber 界の最高峰とも言える技術、エニーカラー社の AR ライブ。規約の関係で映像は見せられないが、バーチャルライバーが現実でライブするすげえ技術だ。数千万はかかっているだろう。あの技術に近づきたくて、私は6000円で挑むことにした。名付けて、ぶっ飛びカメラワークインフィニティ。企業に対抗できる技術作りなど、個人には不可能かもしれない。だけど、可能性が 0.1% でもあるのならば、挑まずにはいられないのが科学者ってものだ。今日は世界一の VTuber 技術を目指した悪の科学者の小さな革命をお見せしよう。そもそも AR とは何か。これは現実にデジタルを重ねる技術だ。現実にキャラクターを置くだけならスマホ1台でできる。しかし VTuber ライブとなると話は別だ。難易度が桁違いに跳ね上がる。なぜならば、実在感の説得力とバーチャルな演出を現実の空間に狂いなく調和させる必要があるからだ。企業勢の AR ライブでは、ステージにライバーの照り返しが映り込み、カメラが動いても現実の空間とのズレが起こらない。これは高価なセンサーと精鋭エンジニア軍団を投入しているからこそできる芸当だろう。正直、まともに正面から挑んだら圧倒的な力の差で勝負にすらならない。そこで AR ライブに対抗するために私はまず超えるべき3つの壁を定義した。1つ目は VTuber の存在感。照明と影、そして空間との調和。企業レベルで完璧に行う必要がある。2つ目はカメラワーク。固定カメラでは映像に面白みがない。だが手持ちカメラではプロのカメラワークに劣る。プロカメラマンのように滑らかでダイナミックな視点移動をどうやって再現するか。3つ目は演出。現実にバーチャルな要素を組み込むことがこの技術の醍醐味である。どうやって豪華なエフェクトを現実に違和感なく与えるか。まずは AR について理解を深めるために個人で使える技術を試してみた。iPhone の AR で撮影した映像がこれだ。確かに面白い映像だが、先ほど定義した壁にぶち当たる問題が2つある。1つはスマホの処理能力の限界だ。豪華な演出やリッチな見た目を実装するにはスマホだと能力が足りない。もう1つはカメラマンの問題。自分で撮影する必要があるから、プロのような美しいカメラワークには圧倒的に劣る。つまり、企業の AR ライブを真似しようとしても、技術や知識の差で劣化コピーになって終わるだけだ。それならば、AR ライブという既存の土俵ではなく、全く別のアプローチで戦えばいい。超えるべき壁が分かったところで、その壁をぶち破るタクティクスを考えた。その名も、ぶっ飛びカメラワークインフィニティ。プロのカメラマンの腕にかなわないのなら、こちらは機械の腕を使えばいい。具体的には、物理モーターでカメラの角度を制御し、その角度を直接パソコン上のシステムに送り込む。つまり、現実のカメラが右を向けば、バーチャルのカメラも同じ角度で右を向く。この物理とバーチャルの完全同期こそが、実在感とカメラワーク、そして演出の壁を越えることができる究極の道なのだ。まずは材料選び。今回のタクティクスに最も重要なのはモーターの選定だ。一般的な DC モーターはぐるぐる回るだけだが、この作戦は今何度傾いているかを正確に制御する必要がある。そこで選んだのが指定した角度でピタリと止まるサーボモーターだ。さらに重いカメラを支えるパワーも必要だ。選んだのは MG996。安価ながら金属ギアを搭載したパワーモーターだ。このモーターを2つ連結して縦と横の動きを制御する。そして他の材料も選定したぞ。材料はこれ。筋肉となるサーボモーター。神経となるモータードライバー。脳となるマイコン。骨格となる固定用金具。そしてエネルギーを供給する AC アダプター。材料費は6029円だ。さあ、世界をひっくり返すシステムを作っていくぞ。
三脚に取り付けて、ハードウェアの完成だ。最強のカメラワークが手に入ったぞ。理論は完璧だ。機械の腕の実力を見せてもらおうか。テスト開始。全然ダメだ。現実とバーチャルの動きがバラバラになっている。原因はマイコンから送られる数値にわずかなラグや誤差があるからだろう。だが、ここで諦める私ではない。物理的な数値を使えないのなら、映像による数値を使えばいい。次に試すタクティクスは空間再構築。カメラが映している背景の動きから逆算して、カメラの角度を割り出す手法だ。プロの VFX スタジオでは、壁に貼られたたくさんの点、マーカーを使って空間再構築を行う。これは私たち人間が目的地に行くときと同じようなものだ。例えば、うどん屋に行きたいとき、住宅街を抜けて繁華街に行き、道路を渡ってうどん屋に行く。途中に駅があるとか、向かいにラーメン屋があるとか、建物や看板を目印にしているから迷わずに進めるだろう。これがもし周りに何も目印がない砂漠だったら、自分がどこにいるか、どちらを向いているかさえわからなくなる。今、私のカメラは砂漠にいるような状態だ。だったら、この部屋全体を目印だらけの街に作り変えてやればいい。壁、机、床。あらゆる場所にカメラが迷わないための目印を配置する。これでカメラの目は空間を捉えられるようになったはずだ。準備はすべて整った。6000円の機械の腕と部屋全体を使った空間再構築。今度こそ最強の映像を撮ってやる。行くぞ。AR ライブの魅力に追いつきたくて考えたタクティクス、ぶっ飛びカメラワークインフィニティ。これが世界一の VTuber 技術に対する私の回答だ。見てくれ、この実在感。目印から逆算されたカメラのデータが VTuber を空間に馴染ませているのだ。そして、このカメラワーク、モーターによる滑らかな動きがこの空間を支配する。仕上げにパソコンによるハイパワーな演出を融合させれば、最強技術の完成だ。それでは、ステージオン。この技術を使ってやりたいことはたくさんある。まずは物理シミュレーション。実はこの空間でも物理エンジンは使えるのだ。今回は用意したボールでこの空間を埋め尽くそう。うわっ！まあこのように現実空間で物理エンジン実験ができるようになった。この技術を応用すれば現実とバーチャルのコマを戦わせたりできるようになるかもしれないな。この空間でできることはこれだけじゃないぞ。バーチャルな存在である私が現実空間の物体を持つことができる。ちょうどここにサッカーボールがあるから、これで遊んでみよう。ほいっと。はっと。私のサッカーの実力は置いといて、これから好きなように現実の実験ができるわけだ。この技術で世界一を目指すぞ。いかがだっただろうか。諸君に面白いものをお見せできていたら幸いだ。正直、まだまだ企業の技術には及ばない部分も多い。だが、挑戦しないとイノベーションは起こせない。さて、私の小さな革命はまだ始まったばかりだが、次はどんな面白い技術を開発したらいいだろうか。握手できる VTuber？ スポーツ生放送システム？諸君のぶっ飛びアイデアが欲しいので、概要欄にあるテクノロジーボックスに意見を叩き込んでほしい。面白いアイデアは私がその手で具現化したいと思うぞ。一緒に世界を取りに行こう。このチャンネルでは誰にも負けない世界一の技術力を目指して実験をしているぞ。
悪の科学者による面白い技術を目撃したい人は、ぜひチャンネル登録をお願いする。それではまた会おう。